人、地域、世代をつなぐ区民による魅力発信ウェブマガジンつなごう品川。今回ご紹介するのは旗の台で結成され斬新なイベントで街を盛り上げる飲食店インディーズチーム旗のみの荻野大輔さんと柿沼佳代子さんです。普段は旗の台で栄屋という僕の両親が弁当屋をやっておりまして、夜を借りて居酒屋をやってます。近隣の飲み屋さんとか飲食店の方が店終わってから来ることが多くて、個性豊かな方もいて、そういう人たちを一つの場所に集めて飲食店同士がつながったりとかしたら面白いなと思って始めました。コロナになってからテイクアウトとかデリバリーというところでしか8時以降は提供できなかったんで、じゃあね、僕らで各店の料理を提供できたらなと思って旗デリを始めました。旗弁は知り合いの方が昭和医大の近くのパーキングでなんかやればって言われて、じゃあその場所でお弁当を販売して、医療従事者の方とか昭和の学生さんたちとかも食事に困ってると思うんで、いつもと違うお弁当をね提供できたらいいなと思って。旗音は2022年の6月から毎月第1日曜日に開催させていただいて、僕の持論ですけど、音楽とか食、人、その3つが街を盛り上げる基盤だと思ってるんで、僕が思い描いていた感じにはなっていると思います。普段の仕事は飲食店を2店舗経営しておりまして、加えて中延4丁目の方で子ども食堂沼フェスという名前で子ども食堂を運営しております。旗のみの活動に参加するようになったきっかけは、飲食店を荏原町で営業していたタイミングでは、西尾ラボさんに立ち上げメンバーの5人のうちの1人として活動させていただいてたんですけれども、旗の台に移転しまして、そのタイミングで荻野さんの方からお声掛けをいただいて、そこからずっと参加させていただいてます。旗のみに参加してみて、全体的に熱い気持ちが入っているイベントが多いですし、旗の台を盛り上げようっていうところでずっと続いていく活動だなっていうのをすごく実感しています。飲食店同士のつながりもすごい増えましたし、お客様同士とのつながりも増えましたし、多くの住民の方とのつながりが増えていったなと実感してます。僕的には他の町でやってないイベント、もしくは旗の台ならではとか旗の台発祥とか、そういうイベントをすごいやりたいんで、女性の方も増えたんで、女性発信の俺らにはもう思いもつかないような、なんかね、あるんじゃないですか。なんか急になぜかこの地域すごいおみこし担ぎたい大人すごい多いじゃないですか。夜の盛り上がりはやっぱりあるんで、もうちょっとお祭りっぽいのを昼やりたいですね。子供も、お母さんとかも参加しやすい時間帯で。僕はもう一つは、例えば20代後半とか30代中盤とかの独身とか一人の方、若い男性女性がフラッと来ても溶け込めて楽しめるようなイベントもやりたいなと思いますね。要するに老若男女問わず楽しめるいろんな角度を持ったイベント、そういうのやりたいですよね。そういうのが面白いんですよね。ありきたりなことをやるよりかは。で、あとそういうのは結構ね、真似されたりとかするね。真似されたい。真似されたいです。偽物出たら一流じゃないですか。旗の台という町で一個のね、大きいイベントできたらなーっていうのは僕の夢ですね。応援してくださる方もすごい増えてますし、これからそういうのがより増えていって大きく活動できたらいいですよね。一個のものがこうつながってって最終的に大きな輪になればいいなと思いますよね。それをどんだけ広げられるかっていうのは人とか店とかの思いだと思うんで、そういうことをなんかやっていきたいですね。旗の台を歩く2人からは旗のみが目指す大きな街のつながりが見えているようでした。